どうも皆さん、こんにちは。ひでチャンネルです。今回はアニメーター直伝、キャラクターを似せて描くコツということでやっていきたいと思います。皆さんは好きなキャラクターを思い通りに描きたいと思ったことってありませんか？でも、いざ描いてみると似せて描いたつもりなのになんとなく印象が違っていたり、思ったような絵にならずに困ってしまったことがあるのではないでしょうか？実はキャラクターを似せて描くためには意識しなくてはいけない重要なポイントがあるんです。僕はアニメーターとして長くやってきたのですが、アニメーターは仕事を通じていろいろなキャラクターを描くことになるので、実はキャラクターを似せて描くことが仕事だったりもするんですよね。そんな僕が今回はライブ配信でリクエストをいただいて描いた鬼舞の真宙というキャラクターを描いた時の映像をもとに、キャラクターを似せて描くために知っておいてほしいポイントをお伝えしていこうと思います。この動画を見ていただくことで、どんなキャラクターにも応用できるキャラクターをオリジナルに似せて描くためのポイントと描き方の手順が分かっていただけると思いますので、好きなキャラクターを描きたいけど、なんとなく印象が似ないで困っている人、アニメーターがキャラクターを描くときにどのようなことに気をつけているのかを知りたい人は、ぜひ最後までご覧ください。それではやっていきましょう。ということで、早速やっていきたいと思います。まずは素体部分を描いていきます。頭は球体に顎がついているようなイメージでざっくりと描いて、顔の向きがわかるように当たりの十字線を描いておきます。ここから体を描いていくのですが、この時に大事なのがキャラクターの頭の大きさと肩幅を意識することです。いわゆる比率を意識するということですね。体に対する頭の大きさや肩幅が描きたいキャラクターと合っていないと、いくら顔が似ていても全然印象が違ったキャラクターになってしまうんですよね。ですので、素体の段階で頭の大きさと体の関係性、特に肩幅に関しては十分に気をつけて描いてください。今回描く真宙というキャラクターは、頭身が 5.5 頭身くらいでしょうか。頭の大きさに対して肩幅がかなり狭くて体が華奢な印象ですよね。次に顔を描いていくのですが、いきなり顔のディテールを描かずに、まずは顔のパーツが頭全体のどのくらいの位置に配置されているのかということを意識して、こちらもざっくりとしたあたりで描いていきます。今回描くキャラクターは頭の大きさに対して中心より下の方に目がついていますので、こんな感じであたりを取ります。また目の部分は瞳のディテールやまつげのディテールなど細かく描きたくなりがちなのですが、最初は目のシルエットだけを描くようにします。実はキャラクターを似せるためには、このシルエットの形を合わせるということが非常に大事になってくるんですよね。今回のキャラクターは目のシルエットが縦長で目尻が下に下がっているタイプなので、こんな感じで当たりを取ります。鼻は目の下のラインを基準にどの辺についているのか、口は鼻からどれぐらい離れているのかということと合わせて、頭全体の中でどの位置に来るのかを考えて配置していきます。ここからディテールを描いていくのですが、目を描くときに意識してほしいのは上まぶたの厚みなんですよね。形も大事なんですけど、この部分の厚みが合っていないと目の印象が全然違うものになってしまいますので気をつけてください。瞳の形は縦長の楕円型なのですが、少し四角めで楕円の下の方にボリュームがある釣り鐘型の印象でしょうか。同じ楕円型の瞳でもちょっとした形の違いでかなり印象が変わってしまうんですよね。目は特にキャラクターの印象を左右する大事なポイントになりますので、よく観察して気をつけて描いていきます。一度目の下の補助線を消して顔の印象を確かめていきます。目、鼻、口の位置関係が描きたいキャラクターと同じになっているか確かめながら微調整をしていきます。今回は口を開けているパターンに変更しました。調整ができたら目の中のパーツを書き込んでいきます。左右のバランスが揃うように確認しながら書いていきます。二重まぶたの線やまつげの位置、本数もキャラクターの印象に合うように書いていきましょう。重要な顔周りが描けたら、そこから徐々に範囲を広げながら、眉毛や髪の毛、輪郭の印象を合わせて描いていきます。輪郭は顔全体のシルエットを決める大事な部分で、キャラクターの印象に大きく関わってくるんですよね。今回はかなり丸いシルエットの輪郭線となります。
髪型に関しては、ポーズによってかなり見え方が変わってきますので、頭のどの位置からどのぐらいの毛束が生えているかを守りつつ、比較的自由に動きを加えて描いていっても良いかと思います。目の印象がもう少し縦長のような気がしたので直していますね。髪の毛なんかを描いていると、ついついその部分に集中してしまって視野が狭くなりがちなんですが、今描いている部分だけにとらわれずに、常に全体の印象を見直しながら描き進めることが大切なんですよね。ちょっと違っていると思ったら、その都度修正しながら描き進めていきます。顔の横から出る長い毛束は、体に乗っかっている感じで元の毛束感の印象を残しつつ、体のラインを意識しながら描いていきます。次に体を描いていくのですが、先ほども言ったように頭の大きさと体の比率、特に頭の横幅に対して肩幅がどれくらいになるのかを意識しながら描き進めていきます。このキャラクターは体や手足がかなり細くて華奢な印象だったので、下書きの素体を一回り細くして描いていきます。指もキャラクターの印象を決める大事な要素なんですよね。細かいディテールを書き込みすぎると印象が合わなくなってしまいますので、今回は女の子っぽく可愛らしい印象になるようシンプルな線でまとめていきます。あとは服装ですが、このキャラクターはこの服というものがある場合、その衣装で描いてあげるのが一番印象を似せられると思うんですけど、それだとちょっと面白みがなくなる気もしますので、服装に関しては自分の好きなものを着せてあげてもいいかと思います。あんまり奇抜な衣装にしすぎると誰だかわからなくなる可能性もありますが、普段そのキャラクターが着そうにない服を着せてあげるのも逆に面白いかもしれませんよね。あと、キャラクターの印象を合わせるためのポイントとして、左右反転して絵を確かめることもかなり重要になってきます。左右反転することで絵の歪みもわかるので、特に初心者の人は一本線を引いたら左右反転するくらいの気持ちで確認する癖をつけてもいいと思います。最後にもう一度全体の印象をチェックして細かいニュアンスを微調整していきます。微妙なニュアンスの違いになってくるんですけど、頭の形にちょっとだけ丸みを足すように修正していますね。これで下書きは完成です。あとはこれを土台にして線画を描いていきます。線画を描く際、僕の場合ですが目から描いていくことが多いですね。目元はこの絵を見た時に一番最初に見る人の目が行く部分ですし、キャラクターの印象を決める一番重要なパーツとなってくるんですよね。ですので、まず目を描いてみて、そのキャラクターの印象が合っているかを確かめていきます。今回描くまひろというキャラクターですが、瞳の形がかなり特徴的で、少し四角っぽさがある縦長の楕円型なんですよね。あとは先ほどもお話ししましたが、下の方が幅が広い釣り鐘型となっていると思います。目の印象はキャラクターの中で一番大事なポイントですので、微調整しながら印象が合うように何度も直して描き進めていきます。とはいえ、目の細かい部分ばかりに気を取られてしまうと、左右の目のバランスがおかしくなってしまうこともありますので、必ず左右のバランスを確認しながら描いていきます。ここでは目尻の高さが左右で合っていなかったので、左右同じ高さになるように修正していますね。あとは瞳の印象も先に描いた目と同じになるように、ハイライトの位置や瞳孔の位置、大きさなどに気をつけながら描いていきます。意外と見逃しがちですが、目のハイライトが左右でずれていると、絵が崩れて見える原因になりかねないんですよね。細かい話なんですけど、目の中のパーツは左右で揃うように意識して描いていくのがポイントです。こんな感じで目が描けたら、他のパーツもペン入れしていきます。ペン入れ作業はほぼほぼ下書きをなぞるだけの退屈な作業になってくるので、ここからは3倍速で見ていきましょう。とはいえなんですが、下書きである程度しっかり描けていたとしても、何も考えずに線を引いているとおかしな絵になっちゃうことがあるんですよね。皆さんもラフの段階ではうまく描けている気がしたけど、ペン入れしてみたらなんだか思っていたのと違う絵になってしまった
なんて経験が一度はあるのではないでしょうか。ラフで描いた絵は線を何本か重ねていたり、太い線で描かれている場合が多いので、細いペンで清書する場合、ラフをどのように拾うかがかなり重要になってくると思います。あとは全体のバランスがおかしくないか、キャラクターの印象がちゃんと合っているかどうかを確かめながら描くことも大事になってくるんですよね。ペン入れをする際は、ラフの絵をなぞるだけの単純作業にならないように、おかしなところがあれば、その都度修正しながら描き進めていきましょう。これで線画が完成しましたね。あとはキャラクターの色を塗っていきます。僕の場合、アニメーターですので、色塗りはベース色と単純なベタ影で仕上げる、いわゆるアニメ塗りとなります。今回のキャラクターの場合、原作の漫画がありますが、アニメの方のキャラクターを参考にさせていただいてますので、アニメ塗りが一番印象に合うのではないでしょうか。色に関しましては、クリップスタジオにある画面の色を取得という機能を使って、ネットで検索したこのキャラクターの色をそのまま抽出して使っています。場合によっては若干色味を変えてあげた方が雰囲気が出ていいこともありますが、色はキャラクターの印象をかなり左右するので、印象をしっかり合わせるためにはそのままの色を使うのが一番いいかもしれませんね。あとはもう一度全体を見ておかしなところがないかチェックしていきます。腕が少し太く見えたので細くなるように修正します。ということで完成しました。今回は実際にライブ配信でリクエストいただいたキャラクターを描いている様子を見ながらキャラクターを似せるためのコツについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。この動画も絵を描くための一つの参考にしていただければと思います。ここで重要なお知らせ。定期的にやっているお絵描きライブ配信では、こんな感じで一度にもっとたくさんのキャラクターを描いていますので、よかったらチャンネル登録をしてライブ配信もチェックしてみてください。また、ライブ配信で描いた絵は下書きと線画をセットにしてブースにて販売しております。ライブ配信で描いた絵をもっとじっくり見たい方はもちろん、ポーズの参考、模写の題材として使いたい人にもおすすめとなっています。早期購入特典としてクリップスタジオ形式のデータもダウンロードできちゃいますので、興味がある方は概要欄のリンクからお早めにどうぞ。あとはオンラインサロンでも絵の講習会をやっていますので、もっと絵が上手くなりたい方、お絵描き仲間が欲しい方はサロンの方もぜひご利用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。